Hello there. Welcome to the next episode of Illustrated City. My name is Jakub, and on this channel we focus on art, people, and cities. Today will be quite unusual because we are returning to the city we've already visited. I want to find out if a new artist can show me a different side of it. So today, I invite you to Tokyo again. So after I walk these two, we are catching a flight to Japan. It is nice to be back. It's the second time I'm in Tokyo, and I wonder, can I see a new side of it? This was the idea from the start with Illustrated City. Exploring places with local artists, following their individual recommendations, and visiting their favorite spots. Will meeting another artist in the same city make us see it differently? To find out, we need to take a couple of trains and travel to Shimokitazawa.永山圭です。Illustrated City 東京。ここはパンニャというお店で、ハンニャに丸をつけてパンニャと読むそうです。パンニャはインドの古い言葉で知恵とか英知とかの意味だそうです。パンニャ。これはイカスミポークカツカレーです。これがオリジナルのクラフトコーラです。いただきます。すごい色をしています。食べてみます。カレー大好きですね。具合があんまり良くない時とかもカレー食べると元気になります。東京はすごくいろんなスタイルのカレー屋さんがあって、和風、欧風、インド風、もうたくさん種類があって選びきれません。美味しかったです。ごちそうさまでした。私は東京でイラストレーターをしています。主に人を描いていて、ファッションも好きなんですけど、ファッションというよりその人の持つ雰囲気だったりオーラみたいなものをカラフルな色使いで描くのが得意です。これは伊藤潤二というホラー漫画家のグッズで好きで集めてるんですけど、これがすごく好きです。It says, "Oh my God, you are worst painter. You are awful." じゃあ散歩して私の住んでる街を見てみましょうか。もうすぐ壊されちゃいそうですね。解体予定。中にはお店も入ってたりしたんですけど、移転したみたいですね。でもすごくかっこいいです。壊されちゃうのもったいない。
This district has a definitely different energy from what we experienced during our first visit to Tokyo. You can feel the rebellious and bohemian spirit all around.下北沢はこういうロックなお店も多くて、他にない感じのこういうパンクな雰囲気とても好きです。パンクロックオンリー下北沢は東京の中でも結構特色のある街で、演劇、バンドマン、いろんなアーティストやインディーズの文化の人たちなどたくさんの人が住んでいます。古着屋さん、レコード屋さん、特色のある本屋さんなども多くて、いつもたくさんの人が行き交っています。で、古い建物もまだ少し残っていて、東京では開発で結構多くの古い建物が失われたと思うんですけれども、下北沢も例外ではないんですけれど、それでもまだやっぱり下北沢にしかない独特の風景はまだ残っていると思います。下北沢変わった、綺麗になりすぎたっていう人も多いんですけれども、住んでみて分かったのは街のスピリットは失われてないなということです。他の街にはない独特の風貌の人や芸術的に強い思想を持つ人々が語り合っていたり、今でも強い色があって今後もそれは失われることはないと思います。ここは下北沢のすごく有名なビルで、小さなカフェやバー、そして劇場が集まってできている鈴なりというビルです。ここもすごく古くて、下北沢の一つのランドスケープになっていると思います。I would say it's cute, but it's a bit scary. Chaotic, yeah. ここはオープン前の千葉さんというスナックで、結構日本独特のスタイルのバーだと思います。メニューはなくて、基本的にはないですね。なくて、その日のフード、すごく美味しいフードを出してくれて、でカラオケも歌うことができます。知らない人同士でもすごく仲良く楽しくお酒が飲めるというスタイルのスナックです。これ芸能人の人たちですよね。芸能人だったり芸能人じゃない人だったり。ぜひ日本に遊びに来てください。お願いします。Narrow buildings like this are quite common in Japan. I can only guess that behind this facade there is a very comfortable, well-designed home.
As we found out during our first visit, printed books are still big in Japan, and second-hand stores have their loyal customers. Kay is looking for something to add to her VHS collection.ここはすごく好きな本屋さんで古いものがいっぱいあるんですけど、すごくいいの買っちゃいました。ダリオ・アルジェント喜びの牙、これはすごくいいです。嬉しいです。やった。Okay, let's go to my place, my home. ようこそ私の家、どうぞ。アナログペインティングで描くのが好きですね。デジタルは便利だけど、こういう色の重なり合いの事故とか偶然とかそういうのが楽しくて、この触り心地とか塗り心地とかその感触を楽しむのが好きで絵を描いてる部分が多いので、やっぱりアナログペインティングが好きですね。デジタルで最終仕上げをすることも多いんですけど、こうデジタルの事故を試してみたい気持ちはありますね。でもやっぱりアナログペインティング、絵の具とかクレヨンとか色鉛筆とか、そういう子供の遊びの延長みたいな感覚で描くのは一生やめないと思います。こう子供の頃からこう旅が多くて、引っ越しとかこう海外に住んでた時期が長かったのもあって、こう学校に通うというよりよく MTV とかでミュージックビデオを一人で見てるのが好きでしたね。アメリカにいたのが長かったんで、マイケル・ジャクソンとかマドンナとかプリンスとか、そういうアメリカのポップミュージックからの影響もすごく大きいと思います。いろんな国にいて小さい頃、こうちょっとどこにも居場所がないなって寂しくなる時とかもあったんですけども、やっぱりそういう時にミュージックビデオとか映画とかそういうものが一番友達だったんで、だから今でも絵を描いたりアートを見たりするのが好きなんじゃないかなと思います。いろんなアートの表現があると思うんですけど、こう絵は本当にたった一枚で紙の上に絵の具が乗ってるっていうだけなんですけれども、でもこう想像しようと思えばどこまでも想像が広がるし、すごく誰にでも伝わりやすい表現だと思うので、こうやっぱり気分が出るし、自分の手癖とか個性っていうのかな、こういうのが好きなんだっていうのは描いてるうちに気づくこともあったりとかで、こう一生ゴールがない感じがすごく難しいし楽しくもあります。こうほとんど仕事で絵を描くことが多いんですけど、今久しぶりに完全に自由に絵描いててすごい楽しいです。もう何でもいいっていう、いろんなスタイルを試してます。ポートレートもたくさん描きます。でもいろんなスタイルを試しつつも、こうやっていくうちに自分の個性が
ければいいかなと思ってます。楽しく描くのが一番人を描くことが多くて、結構ファッション系の仕事が多いですね。こういうスカーフ作ったりとか、最近ではこう T シャツ作ってもらったりとか、あとは音楽系の仕事もしてたりして、レコードジャケット、CD ジャケット、いろんな仕事をしてます。あとはちょっとこういうタブロイド新聞の表紙をやったりとか、いろんなことをやってます。これはブラジルのピアニストのアマーロ・フレイタスのオリジナルグッズとして作った手ぬぐいで、彼は Amazon をインスピレーションにアルバムを制作したので、 Amazon の鳥だったり植物だったり、こう音楽のノイズを表現した模様だったりが入ってます。最近やってる紙のワークショップでこう裸の人を選んでもらって、でこういう紙のパーツをたくさん作ってるので、これをこう好きにくっつけてもらって、こうオリジナルの人がこう出来上がりみたいなのをやってます。これは大人も子供もできてすごく楽しいワークショップです。本当に誰でもできます。これは新宿のニューマンでみんなで作ってもらったこういうペーパーワークショップをたくさん作ってもらって、こう夜通しディスプレイ作業をして、で最終的にこういう大きなショーウィンドウになりました。新宿のたくさん人が通る場所でこうみんなが作ってもらった作品がたくさん並んでて、すごく楽しい光景でした。はい、これが私の DVD コレクションです。これ以上にすごくたくさんあります。美術館やギャラリーも大好きなんですけど、やっぱり一番のインスピレーションはもうほとんど毎日映画見ることです。あとこう古くてなかなか見つけにくいような、マニアックな作品とかを探して買うのも大好きです。ホラームービー大好きOn our way to Shinjuku. それではオペラシティを見てみましょうか。ここは劇場やギャラリーやたくさんの施設が入っているとても大きな施設です。建築もとても美しいです。これはジョナサン・ボロスキーの「シンギングマン」という彫刻で、広場でずっと歌っています。でも何を歌ってるかは誰も分かりません。でも何かこの声を聞くとすごく落ち着くので、私はとても好きです。ここにはたくさんのコーヒーショップやレストランやギャラリーやアントニー・ゴームリンの彫刻もあります。新宿から少し離れてるだけなんですけれども、こう初台はとてもこういい意味でリラックスのできるいいエリアだと思います。一日中歌っています。夜は静かにしてるかな、さすがに。
これがゴームリーの彫刻です。日本でもいろんなところにたくさんありますが、オペラシティのこのゴームリーはひときわ何を考えているのかわからなくて好きです。通るたびに心の中でいつも挨拶をしてました。It feels like a good moment in the episode to enjoy a cake in an old-style Japanese cafe. これはあんバタートーストです。たっぷりホイップバターが乗っていて美味しそうです。あんこもちょっと粒あん、美味しそうです。I believe I am becoming internationally known for my sweet tooth. Pinky up to match the high-end vibes.ここは初台スーパー百貨店で、ここもかなり古い建物ですね。生鮮食料品とか素敵なワインショップが入ってたり、昔の雰囲気が残っている場所でとても大好きです。じゃあ中を見てみましょうか。こういう市場は東京でもすごく少なくなりましたね。本当に新鮮な野菜がいっぱいあっててすごく助かる存在なんですけど、みんなスーパーになっちゃってちょっと残念です。なかなか売ってないような珍しい果物とかも季節になったら出たりしています。そして安い、市場大好き。今日何作ろうかなって考えながら買い物するのが楽しいですね。We already know a bit about Kei's taste for horror, but this place was not on our plan. It is a surprise find for both of us. Zarov Cafe matches Kei's interest perfectly. I do stand out a little, but the hospitality of the owners is wonderful.死は人の手で行使される場合、必ず暴虐的なものとなり得るものなのだ。これは常にただの道具に過ぎないものであり、行使するのは人の都合とその意思にあるからだ。いい言葉ですね。Besides being a cafe and a meeting place for artists and musicians, there is also a gallery space upstairs. こういうアンダーグラウンドなスタイルのアートはとても好きですね。自分が描いてるスタイル以外のもすごくたくさんなるべく見るようにしてるんですけど、こういうスタイルはやっぱりこう日本ですごく発展してて、海外にもすごく人気があると思います。ちょっとフェティッシュでグロテスクな独自のカルチャーでとても美しいと思います。A
I'll let them have a good chat and take a look at this awesome building from the outside.東京には特に新宿にはすごくたくさんの映画館があって、シネコンだけじゃなくてミニシアターもたくさんあって、ほぼ毎日映画を見られるんですけれども、それのどれもがやっぱりそれぞれ個性というか、セレクションがやっぱり独特で面白いんですけれども、特にシネマートさんはその個性がすごく強くて、本当に絶対自分で探してるだけでは見れないような映画をたくさんいつも上映してくれてて、チェックしては駆け込んでます。で、美術館やギャラリーも好きなんですけど、私のやっぱ一番のインスピレーションの元は日々映画を見ることで、本当にご飯を食べるみたいに映画を見てて、仕事の前にさっと1本見て帰って仕事始めたり、そのまま3本見ちゃったりするんですけど、やっぱり映画は一番新しい芸術だったりとか、社会問題とかいろいろ知れるんですけれども、旅行とかよりも知らない時代の知らない場所とか、そういうところに行けるというか見れるというか、世界中で映画館で映画見るっていう声がすごく少なくなっていて、だからこそ少しでも映画館にお金を落としたいと思っていて、なぜならオンラインを離れて暗闇の中に作品に没頭するっていう、こんな贅沢な時間は他にないなっていつも思います。なのでこれからも足しげく通っていきたいと思います。ここは女子トイレです。特別に撮影許してもらいました。すごく面白いポスターがいっぱい貼ってあって、とても大好きな場所です。新宿の中でも特別好きな場所。この金城武史はいつもびっくりします。We return to Shimokitazawa for dinner, where we are about to meet Kei's partner.
This place looks like it's about to deliver a great culinary experience. I can tell I am going to be spoiled with delicious Japanese food.油たっぷり乗っているので、お好みでからし醤油でぜひ召し上がってください。表面しっかり焼く。はい、3、2、1、はい、ギュッとお願いします。皆さん、ナイスレモン。ナイスレモン。ありがとうございます。ナイスレモンです。Nice lemon. 私のパートナーです。ご飯に一緒に合流しました。彼もアーティストでファッションデザイナーです。たくさんでご飯食べると楽しい。いただきます。これね、カットしてあるんで、はい、崩してない。ありがとうございます。すみません、お騒がせします。これはおでんという食べ物で、すごく出汁が効いてて美味しいと思います。真ん中にあるのは大根という野菜で、ラディッシュみたいな、でも日本独特の野菜だと思います。食べてみましょう。いただきます。Okay. With 菜の花。too much 辛子辛い。Kay and Grandma stay on to chill out a bit longer. I still need to travel back to my hotel. 下北に来てくれてありがとう。また来てね。It has been a busy day, but I think I can say mission accomplished. Thanks to Kay, we have discovered a new side of Tokyo.